はい、今回は関数についてやっていきたいと思います。関数は、一連の処理をまとめたもので、引数で受け取って、戻り値で、返すみたいな、ものですと。で、引数は関数の入力となるようなもので、戻り値は関数の出力となるようなものになりますと。関数の種類としては、組み込み関数、ユーザー定義関数があります。組み込み関数については、言語の機能として組み込まれているような関数です。Go をインストールしたら最初から使える関数という意味ですと。でそれ以外の関数を、ここではユーザー定義関数と、呼んでいます。関数呼び出しは、引数を指定して呼び出します。引数は変数や式でも、構いませんと。このように10とか、y とか、値で書いたりとか変数で書いたりすることもできますし、真ん中のように1プラス1と引数で式で書くことも可能ですと。関数呼び出しをここに書くことも可能です。はい。で、引数が複数ある場合は、間まで区切って指定します。戻り値がある場合は、変数に代入したり、式の中で使うことが可能ですと。組み込み関数です。組み込み関数は、これだけあって、プリントln は、表示を行う関数です。エラー出力に、表示されます。メイクはコンポジット型の初期化。new は、指定した型のメモリの確保。len キャップはスライスとか配列の長さ容量を返す関数ですと。コピーは、スライスのコピーを行う関数で、デリートはマップから指定したキーのエントリーを削除する。コンプレックスは複数の作成。イマグとリアルは複数の虚数部、実数部の取得になります。パニックリカバーに関しては、実行時エラーの発生と、回復を、行いますと。パニックとリカバーに関しては、エラー処理のところで、また詳しくやります。関数定義の方法です。関数定義はこのように、func というキーワードから始めます。func というキーワードの後ろに関数名を書いて、その後ろに引数、その後ろに戻り値を書きます。この add という関数の場合は、引数に、イント型の値を2つ、戻り値に、イント型の値を返します。で、引数はこのように取って、リターンで、戻り値を返すことで、この値を返していますと。で、複数の戻り値を返す場合はですね、このように、型を2つ、2つ以上書いて、丸括弧でくくります。で、リターンの方はですね、間まで区切って、戻り値を返しますと。でちなみにこのスワップ関数のように、引数が同じ型の場合はこうやって x、y、int とまとめることもできます。で、このスワップ関数のように戻り値を複数返す場合に、どうやって受け取ればいいのかっていう話ですが、このように変数に代入する場合は左辺をカンマ区切りにすることが可能です。xy コロンイコールスワップ10、20とすると、先ほどの関数であれば、x に20、y に10が入ります。で、5の、変数はですね、定義したら必ず、使わないといけないんですけど、どうしても、使う人がない場合がありますと。そういった場合には、ブランク変数と呼ばれるアンダースコアの、変数に入れることで、使う必要がありません。下のように、y を省略したかったらこんな感じで、y のところに、アンダースコア。x 第一戻り値を、省略したい場合は、こうやって第一戻り値のところにアンダースコアを書くと、受け取らなくて済みますと。はい。続いて名前付き戻り値。名前付き戻り値は、このように、戻り値に名前を付ける機能ですと。で、名前を付けた何が嬉しいかというと、名前付けた変数にですね、この戻り値の変数に代入して、かつ、リターンする際に明示的に値を書かなかった場合、戻り値として値を書かなかった場合には、その戻り値の変数に入っている値が、返りますと。で、リターンの値を省略する場合は全部省略する
一つだけ省略とかはできません。全部、カンマ区切りで書くか、何も書かないかの2つですと。何も書かない場合はちゃんと名前付き戻り値として戻り値を定義してないと、コンパイラーになります。はい。で、ここまでなんかスワップする関数を例に挙げてましたけど、Go は、スワップする際にわざわざ、関数を用意する必要もありませんと。なぜかというと、左辺が、カンマ区切りで書けるんですけど、右辺も、カンマ区切りで書けるからです。Go の場合、x と y を入れ替えた場合はこんな感じで x, y イコール y, x と書くことによって、値を入れ替えることが可能です。続いて無名関数ですね。無名関数、すいません、ちょっと補足をしておきますと、名前付き戻り値を、ここで教えたんですけど、名前付き戻り値を使うことはほとんどないです。積極的に使うものではないと。なんでかというと、リターンするものが非常に分かりにくくなる傾向にあるからですと。今これ関数の中は2行なので分かりやすいですけど、これが10行とか20行とか増えていくと、何が戻り値として返ったのか分かりづらくなるので、極力リターンの時には明示的に値を書くのをお勧めします。名前付き戻り値を使うパターンとしては、同じ型の値を返却する際に、ドキュメント的に書く場合、1つ目の値が、x で2つ目が y ですよとか、1つ目が緯度で2つ目が、経度、緯度経度の場合緯度経度を返しますよみたいな時に使いますと。また、どうしてもデファーと組み合わせて、名前付き戻り値を使わないといけないパターンもありますが、それについてはまた、後で説明したいと思います。ちょっと補足でした。はい。じゃあ、無名関数の方に行きたいと思います。無名関数はですね、名前のない関数ですね。クロージャと呼ばれますと。関数リテラルとも呼ばれます。関数リテラルと呼ばれるということは、リテラルというのは、名前を付けずに、そのものを書き下したようなものでした。関数の場合は、そのものを書き下すというのは関数をそのまま書くということですと。で、無名関数は、関数内で、定義することが可能で、もちろん、パッケージ変数とかにも代入することが可能なんですけど、このように、関数を定義することが可能ですと。ここに上がっている例は、無名関数を作って、すぐに呼び出していますと。もちろん無名関数を定義して変数に代入したりとか、戻り値に返したりとか、そういったこともできます。もちろん引数にも受け取れます。いわゆる、関数はですね、Go の中ではファーストクラスオブジェクトと言われるものになっています。つまりどういうことかというと、イントとかストリングと同じようなレベルで、関数が扱えますよと。当然変数に入れたり、戻り値に返したりとできますよという意味になります。はい。で、この無名関数なんですけど、無名関数の中で質問がありますね。クロージャではクロージャの外側の変数を取り込みますが、これは変数をクロージャの内にコピーしているのでしょうか。これはですね、ちょうど今から説明しようと思ってたんですけど、クロージャの外で、この場合だと MSG という変数ですね。定義した関数は、この、関数の中にコピーされたというわけではないですと。スコープが、この無名関数を作られたスコープが、メイン関数のスコープなので、同じスコープの中で定義された変数を参照できるという形になっています。要するに、クロージャと呼ばれているので、その変数、外の環境、こういった変数とかの定義の、そういったものを、この関数と、並行するというか、まとめるというような形になっている、束縛するというか、いう形になっているので、この無名関数の定義と、そこで定義されている変数への参照は、一緒についてくるという形になります。これ非常にバグを生みやすいので、かなり、気をつけた方が
いい機能ではありますと。いろいろ試してみてですね、こういう挙動になるんだっていうのをしっかり頭に入れた方がいいかなと思います。で、ちょっと後でまたバグになりやすい例を、挙げたいと思います。で、先ほど言った通り、関数は、ファーストクラスオブジェクトです。当然、関数を扱う関数型という型もありますと。当然、イント、整数を扱うのにイント型があって、文字列を扱うのにストリング型があるように、関数を扱うのに関数型というものがありますと。で、関数型はですね、基本的に、型リテラルで、書くことが多くて、このような感じですね。ファンク、カッコって書いて、ストリングって書くと、これはストリングを返す関数が入る、型ですよという意味になります。このように、関数、ストリング型を返す関数のスライスを作ることもできますし、その要素に対して、こうやって無名関数を入れることも可能ですと。で、関数の定義と、関数の実行っていうものをしっかり分けて考える必要があって、最初クロージャーを初めて見た方はですね、よく、関数の定義をした段階で関数が実行されてしまうという誤解をすることが多いんですけど、ここに上がってるのはこの FS の0と1にそれぞれホゲとフガを返す関数を代入してますけど、この段階では関数は実行されず関数が作られたようなものですね。作られただけになります。で、実際実行されるのは、フォーレンジで、FS を、ぐるぐる回って、その要素を F にどんどん入れていって、で、F カッコで呼び出した段階で、それぞれの、関数が実行されるということになっています。ちょっと実行してみましょうと。これ実行すると、ホゲとフガというのが出てきてますと。じゃあ、ここの部分、何もしなかったらどうなるかというと、使ってないで怒られました。ちょっとごめんなさい。これすると何も出ないですよね。要は、関数を定義するだけ定義して、実行しなかったから何も起きなかったですね。で、フォーレンジでちゃんと実行してあげると、こうやってちゃんと出ますよという、そういった意味になります。はい。で、先ほど言ったよくあるバグというのはこれですね。これちょっと、この下のプログラムを実行した結果をちょっと考えてみてください。コメントのところに、自分が思う結果を書いていただけるとすごい助かります。FS に、スライスを入れますと。どういったスライスかというと、関数を、戻り値と引数が何もない関数を要素とする、スライスですと。長さは3になりますと。なので、フォーレンジで、要素をぐる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 回ってる間に、関数を1つずつ入れていきますと。0番目の要素には、踏むとプリント入れるの、カッコ i をする、関数を。で、1番目、2番目も同じような関数を入れていきますと。はい。皆さん、察しがいいですね。じゃあちょっと実行してみましょう。はい。2が3回ですね。これ、0、1、2と、実行されるという答えを書いた人は、よくあるので、あまり気にしないでください。で、なんでこれがこうなるのかっていうのをちょっと、詳しく説明していきますと。まず、これに代入した段階の、i はそれぞれ、どんな値なのかと
いうのを見ていきましょうと。じゃあちょっとここに踏むとプリント LN を入れて i が何かを見ていきましょうと。はい。i は3回変わっていて0、1、2と。なので、fs に0、fs0 イコールなんちゃら、fs1 イコールファンクなんちゃら。みたいな感じで、代入されていきますと。で、ここ、関数定義の中、関数定義の時のこの i はどうなるのかっていうと、ファンクの中で踏むとプリントネーム、括弧 i ってやってますけど、代入した段階で、この i の値が決定するわけではないです。あくまで実行する段階の i の値が、表示されるという意味になりますと。なので、この段階では、この fs の0番、例えば一番最初の0だとすると、0番目にこの関数は代入するけど、0をプリントするという意味にはなっていません。i をプリントすると。で、4を抜ける際に i は2になっています。で、実行する際に f を実行すると i は最終的に2になっているので、全部222と出てきますと。で、これ何が問題かというと、この関数の中で呼んでる踏むとプリントネームの i はですね、すべて4をぐる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 回ってる間同じ変数になりますと。同じ変数かどうかを、表す、ためには、その変数が格納されている場所を表すポインターを出してみるのが一番分かりやすいです。ちょっとポインターについては後で詳しく説明しますけど、ざっくり、i が格納されている場所を表す値が出てきますよと。メモリ上の番地みたいなものが出ますよというイメージで、思ってもらえばいいかなと思います。そうすると、この下の方ですね。全部同じ変数を表していますと。なので、4を抜けた際の結果が全部同じになるのは当たり前ですと。じゃあこれどうやって解決すればいいのかっていうと、スコープが、すべての関数において一緒の i を定義していたので、こうやって i を別のスコープ、この中括弧の中ですね、4の、イテレート、繰り返しのごとに作られるスコープで i を定義してあげると、よく見てくださいね。この変数のポインターの値変わってますよね。なので別の変数になります。別の変数になるので、ぐるぐる回ってる間に、こう、変数が変わっていくので、抜けた時の値が、この外の i じゃなくて中の i は、ループを回るごとに値が変わっていきません。なので、同じ値というか、0、1、2の値がこれで出ますと。ちょっとやってみましょうと。はい、これで0、1、2と。お、私が邪魔ですね。ちょっと一旦消えます。はい。で、クロージャーは関数の引数手として渡せるのでしょうか。これは渡せますね。渡せる場合、型は何になるのでしょうか。それはですね、このスライスの型はどうなってるかというのをよく見ると分かると思います。じゃあ、多分まだ、このクロージャーというものを初めて見た人は、こいつはなんかやばそう。すごい難しそうと構えてしまうかもしれないですけど、多分この皆さんの中でこれはなんとなく許容できますよね。イントのスライス。イント型はスライスにすることが可能ですと。スライスの要素にすることが可能ですと。じゃあイントは引数に取れますかと。
イント引数に書く場合はこうやって書きますよね。さっき教えましたと。はい。イントと同じファーストクラスの関数。何が違うのかというと、型の記述が違うだけですよね。これができてるんだから、これも、このイントって書いてるところそのままペロッと書き換えることが可能と。じゃあこれもペロッと書き換えるということができますよと。ので、クロージャーを関数の引数として渡せますか？渡せます。その時の型はどうなりますか？それは渡す関数によって違いますけど、今ここで定義しているような無名関数だと戻り値も引数もないので、その戻り値も引数もないよと表すこういう形になります。で、引数とか戻り値がある場合は、型だけ書いて、こうやって書くこともできますが、こうやって今引数を書いておくことも可能ですと。このクロージャーの関数に渡せるってところは大丈夫ですかね。大丈夫かな。じゃあちょっと次に行きましょうと。このバグはですね、ちょっと、正直、よくあるバグなので、気をつけてくださいと。ちなみに、こうやって実行する際に、こうやって、これちょっとややこしいですけど、例えば、こうやって、ちょっと一旦これ忘れてもらって、実行する際に、引数を渡すこともできて、こうやって、できますと。これは、i を引数に渡し実行してもらうみたいなことができています。即時実行する場合も、引数とかを渡せます。登場しますね。はい。値のコピー。ここからちょっと、ポインターに関する話をしていきます。ちょっと難しいので、そうですね。引数で渡すとコピーされるからですね。確かに今からその話をちょっとしていこうかなと思います。値のコピーはですね、代入は基本的にコピーが発生すると思ってください。コピーって何なのかっていうと、プログラムの世界では、この値の移動っていうのは基本的にコピーです。なんか移動するためには、直接移動するような命令を持っているようなものもあるかもしれないですけど、基本的にコピーして削除とかが多いですと。なので、ムーブをそのまんま実装するよりかは、コピーの方が多いですね。基本的にコピーが発生すると思ってください。コンピューターはコピー。コンピューターで、移動っていうと、どちらかというとコピー。で、よくあるのが変数が箱の比喩で中身がリンゴとかみかんの比喩をよく聞くと思います。変数というのは箱で、その中に値となるみかんが入ってますよと。で、別の変数にそのみかんを移すことも可能ですよみたいな話をされると思うんですけど、コンピュータの世界ではそのみかんみたいに、箱の中を移動するというよりかは、みかんが分裂して、別の箱に新しいみかんが入るみたいな。場合によっては、その移動前の箱の中からみかんを食べて消すみたいな、そういったこともできますけど、基本的にはそのまま移動するんじゃなくてコピーされるっていうのが多いですと。なので、基本的に変数から変数への代入は、
コピーが発生しています。で、コピーのために、元の代入後の変数が代入前の変数に変更を与えても、代入前、代入後の変数には影響ないです。関数の引数や戻り値でも同様のことが起きますと。ちょっと、この下の例をやる前に、イントでちょっと確認していきましょうと。基本イントで起きることはですね、コンポジット型とか関数型でも起きます。なので、イントを特別扱い、ストリングを特別扱いするんじゃなくてですね、しっかりと、もうちょっと、抽象度上げて覚えた方がいいですと。これ n に10入れて、n の値を m に入れるというような感じになっています。なので当然 n の値を20に変えましたと。そうするとどうなるかというと、n の値だけ当然変わりますね。なんでかというと、n には10が入っていて、その10を m に入れるんですけど、それもあくまでコピーです。なので、この n を m に入れるという言い方はそんなに正しくはないかなと思います。n に入ってる値を、m にコピーするみたいな意味になると思います。で、コピーじゃなかった場合、なんでこれが移動だった場合は、じゃあこれはどうするのって話になるじゃないですか。m コロンイコール n が n の値を m に移動させるという意味だったら、これはどうなるのと。n の方には何が残っているのという気持ちになると思います。正しくは右辺を評価した結果を左辺に入れるというのが正しい言い方かなと思います。評価っていうのは、計算する。関数呼び出しだったら関数呼び出しの結果を、取得するというような意味になります。なので n プラス1を評価すると n に1を加算した結果になります。で、当然この n だけ書くと n を評価した結果は n の中に入っている値になります。なのでつまり10が入ると。なので右辺に n と書こうが左辺には、その情報は伝わってないと思ってください。n に1を足したものが入るというよりかは n と n プラス1を計算した結果が入ると思ってください。なので m の中には n プラス1が入ってるわけじゃなくて11が入っているという意味です。この理解はかなり重要なので、次の、この例でちょっと確かめていきたいと思います。今のイントのやつは割と分かりやすいんですけど、これがコンポジットになると急に分からなくなったりとかしますと。コンポジット型についても、基本的に、コピーが発生します。なので P は、構造体を定義しています。どういった構造体かというと、これは構造体の、リテラルですね。構造体リテラル、コンポジットリテラルで書かれています。コンポジットリテラルは、まず型を書きますと。この部分が型ですね。で、その後ろに中括弧でくくって要素を、要素の値を書きますと。構造体の場合、要素ではなくフィールドになりますが、エッジが10、ネームがゴーファーという、構造体が出来上がりますと。で、これを P2 コロンイコール P と書くとですね、P2 には、エッジが10、ネームがゴーファーという値の構造体がそのままコピーされますと。なので P2 のエッジを20に変えた場合でも、これ実行してみると分かるんですけど、元々の、P の方には何の影響もありませんと。なので構造体についてもイント型と同じようにちゃんとコピーが発生するという点では同じです。今ちょっと質問のところに上がってますけど、n プラス1のところ n プラスプラスにしたらどうなるのかと
Go はですね、この、基本的に文法上どうなってるかというと、左辺、この代入文と言われるものはですね、左辺に式のリストですね。複数書けるの、こうやって書けるね。左辺に式、右辺に式が書けます。式のリストですね。n++ のそのインクリメント、これは文です。n++ は Go では文になります。代入文の右辺に文を持ってくることはできないので、コンパイラーになりますと。で、文と式というのがよくわからないなという方はですね、日本語で言うと、私はご飯を食べますっていう文法があった場合に、私はのところに、私はシャワーに入りましたと、シャワーを浴びました。文が入るようなイメージを考えると、私はシャワーを浴びましたは、ご飯を食べますみたいなことにならないですよね。なので、式を取るところに文は来ない。なので、n++ は文なので、私はシャワーを浴びますみたいな一連の一文になってます。なので、式を取るところには来れないと。式は犬とか私はみたいな、そういった意味になります。なので結構文法というのは大事なので、文法とコーディングをして肌感覚で身につけるのと一緒に文法もしっかり押さえていくといいと思います。じゃあちょっとコード体の方に戻ると、こんな感じで、コピーが発生していますよという形になっています。この前提がまずあることを、しっかり覚えてください。コピーが発生します。今のは代入文だけ、ただの代入文だっただけですけど、引数にも同じです。引数に渡す際もコピーされて渡されます。戻り値もコピーされて戻されます。これをしっかり覚えてください。じゃあ、次。ここで、関数、変数 x を定義してあげて、関数の引数に渡したいと思います。こんな感じですね。で、x に100を入れてあげますと。こうやって読んで、で、x の結果を出しましょうというようなものがあったとします。こうした場合に、x に10を、そうですね。今質問のところに n++ は n イコール n プラス1という第二文に置き換わる。そうですね、文。ちなみに C 言語では式です。で、ちょっと話戻しますと、x に10入れて、f に、x の値を、渡しますと。この流れでコピーが発生しています。で、踏むとプリントによって x の値を出しますと。で、関数 f の中では、x の値を100に変えますというのをやっています。これ実行してあげると、10ですね。当然、この関数 f の中で渡されたこの x とこの x は別物ですね。スコープがまず違いますと。なので別物ですと。で、値を渡してコピーが発生しているので、違いますよねと。で、これはなんとなく予想できると。じゃあちょっとストラクトを作りましょう。ちょっと、いっぱい型を書くのめんどくさいので、さっきのエッジと、ネームのストラクトを作ってあげましょうと。で、エッジを10歳、ネームをゴーファーにしてあげますと。で、関数の引数に渡して、プリントに出しましょうと。で、関数 f はイントじゃなくて、パーソン型を取りましょうと。で、パーソンのエッジを、
100歳にしましたと。で、こうなった場合どうなりますかと。はい。これはさっきと同じで、代入分と引数は何らコピーの挙動に関しては一緒なので、100歳にしたとしても、それはコピーされた、F の引数の話であって、こっち側のメイン関数の中で定義した P には何の影響もないですと。当然この P にするから分かりづらくてですね、P2 とかにしとけばもう全然関係ないのはなんとなく雰囲気で分かると思います。これ戻り値も同じような感じになるので注意してください。じゃあ、引数で渡した変数。実際は引数に渡す際に変数を渡してるわけじゃないんですよね。変数に入ってる値をコピーして渡してるだけですと。そう。なので、変数を渡して値を変えてもらうみたいなことはできないのかっていうと、できます。でそれがポインタですと。ポインタは、変数の角の先を表す値になっています。値で渡される型の値に対して破壊的な操作を、加える際に利用します。ちょっとなんか文章おかしいですね。破壊的な操作っていうのは、関数が出ても影響残るという意味です。例えばさっきの F、を、こうやって書き直しますと。引数はイントの前にアスタリスクをつけます。こうすると、イントのポインタ型ですよと。イントの変数の場所を表す値ですよという意味で、アスタリスクイントになります。これは型リテラルで表記した型になります。アスタリスクの横はですね、任意の型になります。イントでも OK ですし、ストリングでも OK ですと。で、ポインタという値が F には渡されますと。ポインタという値はどういうものかというと、右の図でいくと、この10番地の10番地というような値になります。実際はもうちょっと複雑な、さっきちょっとプリントしてみたと思いますけど、ああいう値、16進で表されるような値が入りますと。で、この XP は場所を表します。その場所を指して100を代入したいと。その場所に100を代入したい場合は、xp イコール100ってやると、xp は、その番地が入っている変数なので、それじゃダメですと。その番地をもとに、デリファレンスという操作をして、この矢印ですね。この番地を辿っていくみたいな、そういった操作をしないといけないです。その演算を行うのがアスタリスクになります。この型の時のアスタリスクと、ちょっとごっちゃになるとあれですけど、このポインタに対してアスタリスクをつけるとですね、ポインタの指す先を示しますと。なので、アスタリスク XP って書くとですね、10番地の場所を表します。要するにこの元の X の場所を指しますね。ここの X の場所を指しますという感じになりますと。じゃあ、この F を呼び出す際にはどうすればいいのかっていうと、変数 X を、定義して、アンパサンド X ってやると、この変数 X の、ポインタを取ります。この場合だと X のポインタはですね、10番地なので、10番地という値が、この関数に渡されます。で、引数として XP は10番地が入った状態でやってきますという形になります。なので、これを実行するとですね、うまく値がコピーされ、値が変更することができますと。こんな感じでちゃんと100になってますね。これがポインタの基本ですと。で、アスタリスクとアンパサンド、これはアンパサンドと言いますけど、これは、逆の操作になります。アスタリスクが質問に上がっている、XP はそもそもポインタ型だから XP イコール100とすればポインタに代入することはならないです。ポインタが入ってるんですね。ちょっと値を表示してみたらなんとなくつかめるかなと思うので、この XP の値を出してみましょう。
xp はあくまで 0xc00b4010 という値なんですよね。で、よく思い出してください。xp の型は何ですか？アスタリスクイントです。こうしましょうと。アスタリスクイント型の変数に対して100という値を入れたいですと。右辺の100はですね、定数です。型なしの定数。デフォルトの型はイントです。イント型の値を、イント型のポインタ型の値に代入できるかというと、できませんね。型が違います。そもそも型が違います。そもそも役目が違うんですね。XP にはポインタが入ります。場所が入るんですね。じゃあちょっと、別のちょっと比喩で表現してみましょうと。例えば皆さんが住んでいる住所がありますよね。家がありますよね。マンションでも家でもあると思います。東京都とか。その家のある場所を表すのは住所ですよね。わかります？住所がありますと。じゃあ、例えば、転居する際にとか、荷物を送る際でいいと思います。荷物を送る際に住所を書いてくださいというところがありますよね。住所を書く欄。物理的でも電子的でもいいですけど、そこに今住んでる家をぶっ込むことは無理ですよね。例えば紙の場合、住所欄のところに自分の家を持ち上げて、えいやーって投げつけても、まず投げつけられないし、そんなこと無理ですよね。XP イコール100ができるかどうかっていうのはそういうことなんですよね。XP は場所を表しているんです。住所を書く欄みたいなものですね。に対して、その、住所を書く欄に対してその家をそのままぶつけているようなものになります。あくまで XP はポインター、場所を表すものが入ります。家と住所の関係だと住所が入ります。そこにその住所が表す場所、その場所にあるものを入れるってことは無理なんですよね。あくまで場所を表す値になります。ちなみに、あくまで XP はポインターという値なので、アスタリスクのイントについてもイントとかストリングとか同じようにコピーが発生します。それはまたちょっとややこしい話で難しいかもしれないですけど、他の型で起きることは新しく出てきた知らない方に対しても同じことが起きると思ってください。このアンパサンド X っていうのは X のポインターという値を取得するという意味になります。で、例えばこの F かマイナス X ってすると X の値をマイナスにするという意味になりますよね。それと同じようなイメージですね。単語演算子のアンパサンドを X の前につけると、マイナスの場合は X のマイナスの値を取得するという意味になりますけど、アンパサンドを指定すると、X の、ポインターを取得するという意味になります。なので、この段階でもう F に渡されるのは X というものをもうすでに忘れられて、ポインターだけがこう渡されますね。で、渡されたポインターの値もですね、ちゃんとコピーされますと。ちょっと何言ってるか分かんないと思ってるかもしれないので、ちょっともう一個変数を増やしますと。で、ここで XP という変数を作りますと。ちょっと分かりづらいので型もつけておきましょう。XP はイントのポイントにしておきますと。こうしましょうと。で、これだけでいいや。こうしておいて、で、XP を渡しますと。で、この中で、X を、Y を定義しましょう。Y を定義してあげて、XP に Y のポインターを入れますと。はい。で、
F 抜けた後に XP の値を100。XP の、デリファレンスした結果、アスタリスク XP した結果に100を入れましょうと。した場合に、100に変わるか、変わらないか。っていう話ですね。変わりますね。なんでかというと、XP っていう値はですね、X のポインターを取ったものになりますと。まあ、0x なんちゃらかんちゃらという値ですね。まあ、さっきの家と住所の関係でいくと、東京都なんとかなんとかという単なる文字列みたいな、そういった値になります。それを関数に渡します。そうすると、さっきのイントと同じように、その値がコピーされてここに渡されますと。なので、その、0x なんちゃらかんちゃらという値が入っている変数に対して別の 0x なんちゃらなんちゃらという値を代入してあげますと。そうすると、この関数を出た際に、この xp に入れた値っていうのはどうなるかというと、もう関数出たらなくなってしまって、元の xp に代入しているわけではないので、元の xp をデリファレンスして、それに100を入れてあげると、この xp の中に入っているポイントの値はですね、x のポインターなので、ちゃんと x の値が100に変わりますよという意味になります。ちょっと難しい話にはなりますが、イント型、ストリング型と、ポインタ型を別に考え、特別、ポインターは特別、難しいから君は特別ね、みたいな、そういった扱いをしない方が、しっかりわかるかなと思います。イント型で起こることは、ポインタ型でも起きます。はい。で、今の話で、同じように聞かれるのが、ポインタのポインタってありますかという質問がよく聞かれますと。ポインタ型は型リテラルで書くことが多くて、アスタリスクの横に任意の型を書くことができます。任意のっていうのは何でもいいという意味なので、型だったら何でもいいんですね。ということは、ここのイントの部分に代わりにアスタリスクイントって来てもいいわけですよね。任意の型だから。イント型だけ特別扱いするわけじゃないので、何でも来ていいんですね。なので、つまり、よーって言って、はい。こうやって実行すると、なんかこれ初見の人はですね、コンパイルエラーになると思うんですけど、なんでコンパイルエラーになるんですかって聞くと、なんか長いからって言われますと。じゃあちょっと短くしてみましょうという話になりますよね。長いからコンパイルエラーになると。これだとどうですかって聞くと、まだコンパイルエラーになりますねって。これはっていうと、なんか大丈夫そうっていう感じになりますと。その、2個と10個が異なるわけがないんですよね。コンピューターの中で。2個の時は OK。でも10個はダメだよ。みたいな、そんな制約わざわざ入れないですよね。なので、1個が OK なんだったら、2個も OK なんですよね。なんでかっていうと、これを PU とやって、任意の型 T にしちゃいましょうと。なんか適当な型にしましたと。でも、適当な型と言われるとなんかわかんないから、とりあえず T というのをこう、定義していきましょうと。なるほどと。これはなんとなく通る気がする。もうこれもなんか OK な気がする。じゃあ、これをなんか今 T2 ってして、これを T1 としますと。そうすると、違う。まず T1 としますと。じゃあ、この2個つけるのとなんかダメな気がする。じゃあもう一回これをカットして T2 にしますと。じゃあ、これはどうだと。なんかこれはいける気がすると。おっと、ちょっと待てよと。T2 に入ったところはこのアスタリスク T1 だったでしょと。違う。違う。アスタリスク T1 じゃない。T1 ですね。違う。アスタリスク T1 だ。で、
その t1 のところ何だったのかというとアスタリスクイントでしたよね。これ展開するとなんかアスタリスクイントになるわけですよね。なのでなんかダメな気がするんだけど、なんかタイプでこう置き換えてあげるとなんかいける気がするっていうのはそれはいけるんですよね。なんか脳みそが勝手になんかアスタリスクいっぱいつけたら怒られそうとか、アスタリスクいっぱいつけることなんてできるのかしらみたいな思うことがあるんですけど、ちょっと発想とか理解を変えて1個が OK だったら無限個 OK みたいな気持ちになった方がいいです。1個は OK だけど2個はダメなんじゃないかっていうのは基本的にそんなことはほとんどないです。引数も1個は OK だから引数10個も OK ですよね。モドリチは言語によっては1個しか書けない場合、0か1の場合もありますけど、5言語の場合は1個書けたらまあ20個でもモドリチを書けます。特別扱いする方がどちらかというと難しいと。2階層以上のポインターを使う場面は開発現場で実ケースであれば教えてくださいと。ポインターを使いますかという話ですよね。まあ3階層とかはあんま使わないです。できるってだけですね。で、ポインターは、そこまで見ないかなと思います。あんまりないです。ほぼないですね。基本ポインター1個が多いです。ほとんどないですね。ちょっとパッと思いつかないですけど、なんかあるかな。ほぼないですね。スライスはよくあるんですけど、二次元スライス。ポインターはですね、こう2回デリファレンスする意味ってあんまないので、特にないかな。あんまり使わない気がします。ごめんなさい。なんかこうズバッとこういうのがあるよ。へーってなったらいいんですけど、また思い出したらスラックとかで書きますね。ちなみに、スライスとかもできますね。こういうのできます。これもできますね。こうやって。できますと。で、ポインターはですね、今教えたことが全てです。Go のポインターはもうこれ以上難しい話じゃないです。なので、難しくまだ感じるようであれば、それは何か大事なことをちゃんと理解しないという感じですね。はい。とは言いつつ、一つちょっとめんどくさい話をすると、スライスマップチャンネルについてはですね、内部でポイントを扱っています。特にスライスは、内部の構造を教えたと思います。配列へのポイントとキャップとレーンという値だったと思いますけど、これらの値はですね、ちょっと表現が強いですね。これらの方はですね、内部でポイントを扱ったので、用いる必要がない場合が多いです。用いる必要、これらのポイントはですね、わざわざ、これらの方のポイントをわざわざ作らなくてもいいですという場合が多いです。なんでかというと、スライスの場合は、内部に配列へのポイントを持っているので、そのポイントが使い回されるんですね。値をコピーしたとしても、ポイントの値がコピーされるので、結局同じ配列を見に行きます。なので、わざわざポイントを取る必要なくていい場合が多いです。取らなきゃいけない場合もありますけど、例えば、10、20、30でやって NS2 に NS を入れて NS(1) 200と入れましたと。そうした場合に NS の値と NS2 の値どうなるかというと、両方とも NS も NS2 も、真ん中の要素が200になっています。あれさっきと言ってることが違うと思うかもしれないですけど、これは確かにコピーは発生しています。コピーは発生してるけど、内部の、ポインターの値もコピーされちゃうので、そのポインターを使って配列の値を見に行っています。この NS(1) っていうのは。なので、配列の値を変えてるんですね。なので、
それぞれの値が変わったように見えますけど、もともと同じものを見てるだけなので、変わって当然なんですね。ちょっと、っていう方もいるかもしれない。ちょっともうちょっと丁寧に説明しますと、コンポジット型のスライスのところは、スライス、これですね。このスライスの構造こうなってて、内部にポインターを持っています。で、さっきのコピーっていうのは何が起きるかというと、これがもう一個作られるわけですね。ビロンと。NS2 でビロンと作られますと。で、値全部コピーされます。レンもキャップもコピーされて、さっきの構造体と同じような感じですね。コピーされて、で、ポインターもコピーされます。ポインターコピーされるとどういうことかって、このポインターの先が同じ、奪っちゃった。こうやって、ビヨーっと取られて、この先が同じように、このさっきのこの場所を表していると。こういう状況になるという感じですね。なので、こっち経由でこの配列にアクセスするのと、こっち経由でアクセスの一緒ですよね。なので、値がコピーされてるけど、内部のポイントが一緒だから、同じ値、これを使って2回アクセスしてるように見えますけど、別々になってるという感じですね。なので、基本的にはスライスとかに対してポイントを取る必要はそんなにないです。たまにありますけど、ないです。でちなみにこのスライスの部分はですね、ここに点々点と書くとですね、急によく見ると配列になりますので、配列はコピー発生しますので、配列は要素のコピーも発生しますので、こんな感じになりますと。完全に別物になります。スライスの場合はコピーを発生してるんだけど、内部でポインターを持って配列にアクセスしてるので大丈夫でしたけど、完全に別々の配列がボンと出来上がるので、この場合はダメです。私邪魔ですね。こんな感じ。という感じですと。